こんにちは、加藤です。今日はですね、前々回かな、透明水彩のパレットを新しく作りましょうという動画を上げたんですが、それが完走し終わりましたので、ちょっとお見せしたいと思います。これがその前回色を詰めました水彩パレット、新しくまだ使ってないですね。乾き終わったところです。こうやってね、よく見ると見えるかな、乾燥したせいで色がね、ちょっとこうスーッと痩せて盛り上がっていた絵の具がだいぶへこんでいます。覚えていますかね。結構ね、この仕切りの上の方まで絵の具をたっぷりと盛り上げていたと思うんですが、スッと沈んで体積でいうと 70% から 60% くらいまでこうへこんだ感じになっています。こんな風にね、水分が飛ぶとちょっと痩せるので、絵の具詰める時にはちょっと盛り上げ気味でもいいかなと思います。で、これとですね、今回はちょっと開いておこう。これとその元になるこの大きいタイプですね、この2種類、同じ色数はこっちが24色、こっちが22色かな。被ってる色名というかあるんですけれども、それぞれのパレットごとに違う絵の具色も入っているので、この2枚を今回スケッチに持っていこうかなと思っています。2枚じゃなくて3枚、これですね。これウィンズ&ニュートンのスケッチ用のパレット付きの絵の具セットですね。こういうちょっとコンパクトな小さいタイプです。大きさで言うとどうでしょう、15センチ7センチくらいのすごいちっちゃなタイプなんですけれども、コンパクトにまとまっているやつ。この3枚のパレットで結構な色数になるので、これを持参しようと思っています。で、次に筆についてはこれまでね、あまり紹介してなかったと思うんですが、スケッチに持っていく筆、私はこんなの持っていきますよっていうのをね、ちょっとご紹介していこうと思います。まずは日本画用の筆愛用してるんですが、こんなの。メーカーはこれ青春堂っていうところで、側面別大、結構大きめの穂の長い側面という筆です。バッグとか空みたいなね、大きな面積をたっぷりの絵の具で絵の具を置いていくなんていう時には非常にこう使いやすい筆になります。側面別大。それからこれは削用の別大、でかい削用筆ですね。削用筆っていうのは彩色筆の先がちょっと尖ってるタイプと思ってください。それから金泥用筆、金泥を扱う時の筆ってことらしいんですけれども、私は通常これ絵の具の線描するのによく使っています。金泥用筆。それとこれ結構ね、同じような色の毛なんですけれども、貝、心よいっていう風に書いて貝っていう筆です。これも非常に筆先がまとまって、これ濡れてないとちょっとバサバサして見えますけれども、先端がキュッと尖ってね、細い線が長く引ける、そういった線描に適した筆で愛用しています。その他にこれは穂の長いイタチの毛の面相筆と、これもイタチの毛なんですけれども、ナムラの中、これも中ですね。青春堂の中とナムラの中、ちょっとね毛の量違いますけれども、こんな感じの面相筆、細かい作業なんかには向いています。はい。それからこれは水彩用の筆で、ちょっとねデザインがね、こう日本画用の竹っていうか足の絵と比べるとこういう洋画筆みたいな感じなんですけれども、絵が短いですね。これでリスの毛を使ったレンブラントの水彩の筆132っていう型番です。で、各種サイズがあるんですけれども、6号、4号、そして2号で、この筆先の形結構面白いでしょ。平筆のように潰してある、平筆のようなんだけど先端がキュッとまとまっているキャッツタンっていう、猫の舌っていう名前がついている筆先です。平筆と丸筆のいいとこ取りみたいな形状と言ったらいいんでしょうか。そういったのを今4本ほど用意しました。で、これ1本だけメーカー違うんですけれども、ラファエルの同じくキャッツタンという先端がキュッとこうまとまるタイプの筆先の形状になります。あと同じくこれもラファエルの、リスの毛を使った、本当にねふわふわしてるんですけれども、水の含みのいい筆で、型番でいうと803の3号、今ねデザインが変わって絵がキュッと細くなりましたけれども、これ旧タイプですね。昔ながらのデザインの水彩筆
なります。最後になりますけど、セーブルを使った筆でウィンズ&ニュートンのシリーズ7、定評のある筆メーカーですけれども、これも細かい作業するのにいいかなという。はい、筆はですね、ざっとこんな感じで日本画用の筆と水彩用の筆と各種取り揃えて、こういう筆巻きにですね、まとめて持っていこうかなと思っています。はい、あと水彩やる上で必要になるのが、この辺結構重要なんですね。水差し、霧吹き、これはペットボトルなんですけど、水入れですね。500ml のやつ、飲み終わったのをぐしゃっと潰してコンパクトにして持っていきます。途中でね、水補給できると思うので。あとこの水入れは蛇腹になっているタイプ、コンパクトにこれもねまとまるので、こんな感じでいいのではないでしょうか。はい。で最後にタオルと、あとはこれはセルロースのスポンジっていうのかな。そしてこれは洗車用の、よく吸い取りクロスって言われて売っている、これも100均で買ってきたやつです。この辺が、必需品になるかなと。で大体水彩のセットってこんな感じで、この他に必要なのはクロッキー帳スケッチブック、書く紙の方ですね。紙もちょっとね紹介しておこうと思います。まず最初にこれね、ワトソンの 300g かな、 300g でね、パッドというかブロックになっていまして、このサイドの部分が糊でこう閉じてあるんですね。書くときにはこれ全部くっついた状態で、こういう厚い状態で書くんですけど、書き終わったらカッターとかナイフで1枚ずつこう切り剥がしてまた次のページを書くっていうタイプのワトソンのこれブロックというかパッドになります。これで書こうと思っています。で中にはね、こういったスケッチブックがね書きやすいっていう方もいると思うんですけれども、これはビファールの水彩紙をまとめたスケッチブック。これね折りたためるし、次のページにこう行くこともできるっていう、これもメリットなんですよね。ただちょっとねこう紙がそんなに厚くないので、描いてる時に少しよれるかもしれないです。このあたりブロックとスケッチブック、そして何でも帳ですね。クロッキー帳というかエスキース帳、いつもの同時にですね、これも持っていこうと思ってます。色鉛筆です。ステッドラーの水性の36色のセットなんですけれども、まだ新品状態です。絵の具と色鉛筆併用しようかなと考えています。鉛筆削りですね。カステルの鉛筆削り、これもちょうどね色鉛筆のこの削る角度がねぴったりこう合ってるんですよね。2つ穴が開いていて、太いの細いの使えるタイプなんですけど、これも一緒に用意しました。はい、今回はスケッチへ持っていく道具、こんなものを持っていくといいでしょうというご紹介でした。以上で今日の動画は終わります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。